こんちは。4G 初めから攻略パート20です。前回はウカムルバスを討伐し G 級昇格を果たしました。今回から G 級に突入。いよいよ 4G のメインコンテンツ開始だね。ようやくですね。気を引き締めていきましょう。それじゃ、正式な G 級ハンターとして大老殿に向かおう。G1 許可証をもらった。これで G 級ハンターだ。さてと、ここから大変になっていきますが、まずはどうしましょうか。そうだね。すぐに装備更新はできないんだが、とりあえずざっと採取だけしておこうかな。いちご。あった、これだ。大老殿はほとんどが狩猟クエストで、純粋な採取はなんとこれ1個しかありません。まあ、今更運搬やらやらされるよりはよっぽどいいよ。この熱帯いちご集めだって G 級入門として一応置いてくれてんだろうし。実際素材集めとしては割と優秀ですね。お守りもそれなりにポロポロ出ます。第一鉱石発見。村人みたい。最初の G 級素材は混合原樹か。めぼしいところでは挑戦者や混合体の装飾品が作れますね。あと風おまも出たね。普通に掘れるものとしては最高のお守りかな。風おまといえば砂漠夜のイメージでしたが、一応昼でも低確率で掘れるんですね。どんどん掘るぞ。エルトライト来ました。これ見ると G 級来た感じします。つっても G 級序盤以外はあんまり使わないよね。要求されるときは10個とか使うんだけど。それは鉱石の宿命ですから。虫取りもやってくぞ。皇帝バッタが来ました。これも G 級の基本素材って感じです。モンハンってバッタ好きだよな。釣り餌に接着剤に素材に大活躍じゃないか。そもそも有用な虫が大量にいますからね。ほい。というわけでイチゴ納品してクリア。なかなか実りのあるクエストだったよ。ランク最初の採取ってワクワクしますよね。いろんな武器防具が解禁されます。そうね。ただチャークに関しては採取だけだと何も作れないんだよね。こりゃ次のクエは大変そうだな。さあ、加工屋に来ましたが、大半のチャーク使いが最初に目指すであろう。ブラックフルガード回だね。左流の銃画か。G 級ガレオスってことは、あれやるしかないですね。この一戦が一番苦戦するかもしれん。マジで気合い入れていくぞ。3度の飯よりドスガレオス。これですね。4G におけるドスガレ唯一の見せ場にして、G 級最初の壁だね。キークエなので絶対やらないといけないんですが、とにかく合流が多くて非常に面倒なクエストです。いくら G 級素材が解放されるとはいえ、この時点で作れるものはたかが知れてるから。こちらの装備に対する相手の体力がかなり高くて、そこも苦労する要因だね。ソロだと G1 内最難関まであります。
頑張っていきましょう。はい、スタート。いきなり目の前からか。こっちのエリアは、まだ起伏が少なくて戦いやすいです。武器は体験持ってきたよ。さあ、早速後ろから飛ばされました。このクエスト、小型ガレオスの妨害もひどいです。吹っ飛ばす攻撃が多い上に水属性やられか。これは大変なクエストになりそうだ。2等クエということで1等に集中攻撃します。フォト爆弾は拘束時間長いので鍵になりますね。大剣だとフルコンボ狙えるくらいの隙ができるね。怒り中は効かないけどフルで持ち込みたい。さて、早速ですが頭破壊ができたみたいです。クリアすれば銃火は集まりそうですね。チャーク使いはブラックフルガード回以外マジで作るものないからな。実質これクリアして G 級開始って感じだよ。 G1 自体はたくさんモンスターが出るんですが、ある程度キークエをクリアしないと後のキークエが出ないようになってるんですよね。同じ G1 の中でも幅広いモンスターが出るから実質別ランクみたいな進め方になってるよ。上位では4段階だったものを3段階に凝縮してるわけだしね。 G1 は上位でいう4と5に相当しますね。亜種もバンバン出てきます。中には G1 にいちゃダメだろってやつもいるが、それはおいおい出てくるよ。空は骨が折れそうですね。で、もう合流してますね。このクエ、ドスバレの移動エリアが3つしかありません。うち1つは休眠エリアだからな。実質2エリアを往復することになるよ。必然的に合流しまくるわけですね。これもこのクエを難しくしています。ドスガレは地味に麻痺も持ってるからね。コンボされたらあっという間にオツだよ。ドスガレといえど G 級なので、攻撃力はかなり高くなってます。ちょっと強めの技については、2、3発耐えるのがやっとですね。ランク上がりたてはどうしてもね。今の防御力は450くらいなんだけど、G1 の適性は550くらいかな。強化用の重鎧を集めるのも時間かかりますからね。G 級クエなら重鎧はポロポロ出るんだが、その G 級をクリアするため集めてるわけだしな。最初は、強化する防具もないですからね。服を買いに行く服がないってやつです。こういうの最高にモンハンしてるって思うけど、G 級ともなるとカロリー高いな。一応、揃えたい装備の候補はあるんですが、しばらくこのままで頑張らないといけませんね。少なくとも最初のキークエクリアしないと揃わないね。それまでが大変だ。武器についても、ブラックフルガード界だけだといまいち力不足ですからね。武器は他にも強力なものがあるんで、ドスガレの次はそれの制作に移ろうと思ってる。と言っても、画心はできないけどね。所詮は G1 時点の武器だから限界がある。G1 でも強力な武器は一応作れますが、作れる頃には G2 間近だったりしますね。基本的には、さっさとランクを上げた方が選択肢が広がるからね。ある程度 G1 で準備するつもりではいるけど、そのためにも、まずはこのクエ終わらせないといけませんね。基本はプレスの隙に試さんでいいんだけど、体力多いから消耗戦になるな。合流と周りの小型もいますからね。とにかくまともに戦えないのでしんどいです。まあ、ガレオスに邪魔されるのは伝統ではあるけどね。4G はマップが狭いからより難しいけど、一応、ドス系モンスだから小型を従えてるんですけど、ドスランポスたちとは一線を画してますからね。ドスガレの扱いはちょっと作品でばらつきがあるよね。中型っぽかったり、大型さながらだったり。4G ではほぼ完全に大型モンスター扱いですよね。素材の出番は少ないですけど。未知の樹海にも出られなかったから、どうしても印象がね。さっきも言ったけど、このクエストが最初で最後の見せ場なんじゃないかな。せっかく、セカンド G でお預けを食らってた G 級への進出を果たせたのに。一応、MHG から G 級にはいたが、あれは今で言う上位扱いだしな。ああ、また合流してます。もうめちゃくちゃ。10分経って片方も片付かないか。いくら上位武器とはいえ、さすがに火力が足りてませんね。でも、片方足引きずった。これで一安心。とりあえず良かったです。引き離してさっさと討伐しましょう。ほら、ようやく1投目終わりました。すでに11分以上経過しています。しかし、これで合流の心配はなくなった。あとは、もう1頭を慎重に攻略しよう。銃火もちゃんと集まっていますね。ブラックフルガードの強化には3つ必要です。最悪失敗しても、ブラックフルガード界で臨めるね。このクエ、二度とやりたくないけど。さて、
あれからまた10分以上経過。もう1頭も弱りました。さすがにもう疲れたぞ。やっと終わりましたね。マジでお疲れ様でした。タイムが22分ちょっとか。もうドスガレの顔見たくない。苦労した甲斐あって銃牙は十分集まりました。これで少しだけ楽になりましたよ。よし、じゃあ、戻って武器強化といこうかね。はい。念願の強化です。攻撃力の上がり幅すごいですね。斬撃火力だと上位のレギオス武器に負けてるが、敏火力はこっちの方が上だね。新打ち装備で白ゲージ出しちゃえば、上位互換になりますね。さて、ブラックフルガード界でキークエ攻略してもいいですが、どうします？もうちょっと装備を整えたいんだよね。次は、あれの制作にかかろう。はい。カリスマ美容師猫さんの依頼です。G 級ドスイオス、もう戦えるんですね。ドスイオスを見れば、ワイルドがカムバック。だそうだ。そして、この依頼をこなせば、メイビー、私らの戦力もパワーアップ。もう影響されてる。さすがカリスマ。このクエストは2等クエなんだけど、スタエリアで戦えるから楽だね。体力も村用に調整されてるから、ドスガレ2等よりはるかに楽だよ。ドスイオスは中型ではかなりタフなんですが、このクエストではあまりそれを感じませんね。まあ、武器強化したってのもあるからね。装備は真打ち技物だから、そこまで火力持ってないけど。村10では、他にも G 級クエストが追加されてるので、装備更新の足しにできるかもしれません。めぼしいのは、ドスイオスとザボアくらいかな。全部が全部、村で戦えるわけじゃないしね。どちらかといえば、G2 以降の追加クエを発生させるために攻略しておくのがいいかも。村でしか戦えない G 級モンスターもいますからね。並行で進めた方がいいのは上位と変わりません。しかし、このクエストについてはちょっと異質だよな。ドスランとか通り越してドスイーと戦えるってさ。今制作してる武器から考えると、ひょっとしたらあえて調整されてるのかもですね。まあ実際、集会所の G 級は難しいからな。追加のアッシュモンスターもバンバン出てくるし。4G では4出身のモンスターのアッシュがたくさん追加されたんですが、実は大半が G1 で戦えるんですよね。G2 以降もいるにはいるけど、ほぼ G1 で出揃うよね。アッシュの強さもピンキリだから、G1 にも G2 クラスに強いやつがいるよ。しかも、すべてのアッシュがキークエに設定されてるんで、全部やらないといけません。4G 難しいってよく言われるけど、歴代でも G 序盤の難易度が一番高いんじゃないかな。G2 以降も難しいことは難しいですが、装備もそれなりに整いますからね。ハンターとモンスターの戦力差という点では、G1 が一番大きい気がします。だからこそ、G1 時点で作れる強い武器が注目されるんだよね。はい、2投目、討伐間近です。さすがに、今更ドスイーに遅れは取らんよ。ギリギリ10分超えたくらいでしたね。ドスガレの半分以下で終わりました。おそらく、この1回では足りないから、もう1回くらいクリアの必要あるかな。でも、こんだけ早く終わるなら全然苦じゃないね。じゃ、素材集まるまでカット。ほい、無事に周回完了。周回といっても2回で終わりました。さ、ようやくこれを担げるね、デッドリーポイズン。何の変哲もないドスイー武器と思いきや、この時点では破格の性能となっています。まず、物理性能が頭一つ抜けてるね。この時点では倍率220の白が平均なんだけど、こいつは倍率230で長い白、巧で紫30が出現するよ。それに加えてスロット3と毒属性があります。ここまで揃う武器はこれ以外にありません。
制作がかなり楽なのも嬉しいよね。潮流素材で揃うし、現潮流玉すら使わない。発売当時から、G 序盤はこれ一本と言われた武器です。貝のポイズンタバルジン貝と近しいものがあります。ただね、もちろん、この武器も完璧じゃない。スペックが強力なのは間違いないけど。ですね。片手剣では同ランク帯で一番強力だと思いますが。身も蓋もない言い方だけど、片手剣であることが一番のネックかな。チャークを担いでると、どうしても武器種自体のパワー不足を感じる。モーション値もそうですが、リーチの短さがきついと感じます。毒属性なので、単発の火力についてもそこまで高くありませんからね。やっぱり、毒を生かした長期戦が向くかな。積極的に殴ってひるみを取りに行くより、確実に削る戦法がいいと思う。そういう点でも、G 序盤の攻略用として推奨されてるんでしょうね。モンスターの動きや弱点が把握できないうちは、うってつけの武器と言えるね。で、装備も少し変えまして、真打ち技物弱徳が組めました。早速、これでキークへの攻略を進めていこう。さて、最初の獲物は、鉄かブラーシュからですね。こいつは、原種よりちょっと硬くなってるくらいで、あんまり変化ないよ。なぜか、アシュが掘り出す岩は爆発しますが、動き自体はほぼ一緒ですね。アシュの入門としては、やりやすい相手だと思う。まずは、こいつをサクッとやっていこう。攻撃力だけはシャレにならないので、体力管理には注意していきましょうね。いたぞ。体表が緑になってて、よりカエル感が増してるな。この鉄かぶらアシュくん、過去に触れたこともありますが、4G 限定のモンスターとなっています。ストーリーズという救済すら用意されず、本当に 4G にしかいないんですよね。モンハンスピリッツにはいたらしいけど、サービス終了して5年以上経ってるね。そこら辺の希少種よりよっぽど希少だと思うよ。鉄かぶら原種ですら登場機会が多くないのですが、アシュは原種との違いがあんまりないですしね。そんでもって 4G ですら目立ってるとは言いづらいね。ギルクエ派生もパッとしないし。一応、防具は聴覚保護が多めにつくのですが、いずれガルルガ X で良くなっちゃいますからね。カブラセットメールは G1 時点では強力な耳栓装備になるのですが、原種が無属性のモンスターはアシュの差別化むずいよね。こいつに限った話じゃないが。ティガとかアシュも目立ってるのはいますけどね。やはりゲーム中の登場機会の問題でしょうか。ティガアシュは方向主体になったりコウドウ面の違いから立ち回りも変わるからな。カブラアシュってコウドウもあんま変わらないし。同じく無属性アシュの仲間はドドブラーシュがいますね。彼もセカンド G1 作品の登場ですが、ドドブラーシュは武器がちゃんと強かったからな。当時の会心周りの仕様の恩恵もあったが、カブラ武器って強いのないよね。ですね。カブラ系は大体アシュ武器になるんですが、属性が覚醒で爆破なので、爆破は競合めっちゃ多いんですよね。しかも大体非覚醒だし。テオ、ブラキ、ダラーシュにバルカンか。カエルの相手としては重すぎるな。そういう不遇モンスターなので、なるべく動画に映してあげたいですが。こいつって岩がちょっと派手なくらいであんまり生えないんだよな。めっちゃくちゃ手強いわけでもないし。デッドリーポイズンの被害者1号で採用したので、せめて武器の強さの証明になってほしいです。武器さばきについてはまあまあ順調だね。片手は久々に持っても感触が変わらんな。やっぱり、もうちょっとリーチが欲しいですが、ちゃんと殴れてはいます。毒もちゃんと入ってるね。ちょこまか動くから削れるのは嬉しい。この戦闘は、結構張り付いて殴ってますが、もうちょい慎重でもいいと思います。四股を踏む攻撃とか、出てから反応できませんしね。そうだね。張り付いて殴るのであれば、双剣でよくねってなっちゃうしな。片手を持つなら生存力を生かしていきたい。強くないとは言いましたが、ちゃんと G 級らしい攻撃力の高さはありますからね。油断してるとあっという間にキャンプ送りだから、全く飲めたりはできないね。お、これは乗りチャンス。ジャンプ攻撃の強さは片手の強みですね。2回分判定が出ます。特徴的なのは崖下からもジャンプ攻撃が出るんだよね。乗りやすさは総中根に次いで高い。なら総中根でええやんというのは言わない約束です。もう言っちゃってるけど。片手は極限との相性がいい方だから、特定モンスターに刺さるって感じかな。そうですね。近接武器で見れば確実に真ん中より上にいると思います。さ、弱ったぞ。そのままおとなしく捕まれ。
復帰が早いタイプの吹っ飛びで助かりました。これで失敗してたら大パン不可避。タイムは12分台か。まあ十分早いだろう。とりあえず武器の強さは確認できました。次のキークへ行きましょう。さて、お次もアッシュモンスターだな。次はケチャワチャーシュですね。アイコンの青が鮮やかです。ケチャーシュは結構原種と違うから、楽しんでいこう。いましたね。初期位置は両マップです。なんか、青というより白いな。君写真と違わない。こいつ、別名白煙子ですからね。アイコンの方が詐欺なんですよ。で、今しれっと弾かれたからわかるけど、頭と爪がめちゃくちゃ硬くなってるよ。ケチャワチャごときが片手の紫を弾くなよ。ビビったわ今。カブラ足と違って目立ってますが、悪目立ちの方ですね。後ろ足と尻尾は原種と同じく柔らかいから、そこがまだ救いだね。それで、原種は水属性ですが、亜種は火属性になってます。属性が反転するのは、たまにあるパターンですね。アグナなんかがそうだね。あと、禁煙種という意味では、ガノとボルトか。原種の弱点属性を持つ亜種も多いです。熱い。いくらなんでも硬すぎでは？亜種は、空中での機動力も上がってるんですよね。滑空に適した被膜があるのはわかりますが、飛行やホバリングまでしてる気がします。怒り状態だと先行が効かないんで、落とすことも難しいからね。典型的な、面倒な方に進化しちゃった亜種だよ。もっと面倒な進化をした亜種がいるので、霞んでますけどね。ケチャワチャと舐めてかかると、思わぬ苦戦を強いられます。こいつは、片手を作ってよかったと思ったね。チャークだと動きについていけないだろう。G1 も後半に進めば、汎用性の高いチャークが作れたりするんですが、無属性1本だと、難しいモンスターがいますね。で、ケチャーシュの装備の方だけど、こっちは目立ったものはないな。属性値が高い非属性武器が作れますが、一部の武器種だけですね。体験や操中根が含まれてはいるが、いかんせん物理性能が低すぎてな。攻略段階では操中根なら使えますが、最終的にはボックス行きになりがちです。防具も全然パッとしないんだよな。属性特化なら一部位使うかな程度。見た目は結構いいんですけどね、4G の攻略中に楽しむ余裕はございません。金も素材もギリギリだからな。さっさと足がかりになる装備を固めないとね。とはいえ、最初のキークエが終わるまでは、なかなかいい防具は出ませんね。我々が目指してるセット以外に、なんかおすすめできるのありますかね。手堅いところでは、カブラ Z メールを作って、それをカブラ X で倍化する組み合わせかな。他の部位と合わせれば簡単に高耳がついて、かつ防御力をある程度確保できるよ。他の部位はランポス X あたりが無難ですかね。攻撃力アップは G 級でも有用です。この時期はとにかく、防御面の薄さが心配だからね。まず、詰め子含み、550くらいは目指したいところ。G1 後半になると、さらに手強くなりますからね。耐え時です。特に高級耳栓は有用性高いと思うよ。G1 はやたら方向台の使い手が多いからさ。耳栓は攻防一体のスキルですからね。攻略中はとてもお世話になります。さて、足引きずったからもうちょいだけど。不穏なアイコンが。うわぁ、この BGM、ラージャン乱入してるやん。しかも恐竜化してるよ。お呼びでないのが来てしまいましたね。ケチャをどかすしかありません。凄まじいダメージなんだけど、間違いすぎるだろこいつ。恐竜カラージャンは 4G の追加要素ですね。こんな早くお披露目されても。極限じゃないだけマシか。とりあえず、ここではケチャに集中しよう。罠を張って待ってますが、全然降りてきませんね。気が動転して先行投げまくってるけど、怒り状態だから意味ないね。この先行の使用、プレイ後に知ったんですよね。向きになって投げまくっております。ケチャワチャの使用と相まって見てられん。誰かこいつを止めてくれ。過去の自分のプレイに行ってもね。なんかかかりそうでかからないな。アシュはあんまり素直な突進しないんだよね。近づくときは大体空中ですからね。滑空では罠は発動しないようです。この待ってる時間で殴ってればよかった。弱ってからどんだけ時間経ってんだよ。結局、罠にはかからず移動されてしまいました。この数分間返してくれ。とりあえず終わりましたが、ラーの乱入でぐちゃられましたね。さて、最初のキークエもあと一つだな。これはさっくりやるか。
これでキークエは最後、アルセルタスアッシュですね。こいつも一応追加組ではあるが、所詮はアルセルタスって感じだね。体液飛ばしでまひるようになってるけど、それ以外何も変わらないよ。先行で落とせたり、スタンに弱いのも一緒です。チャークなら結構楽勝ですね。周りの昆虫の方が厄介なくらいだよ。虫同士で手を組むな。アルセルタスアッシュもあまり目立つアッシュではないですが、このクエストはちょっと特殊な点がありますね。極限ラージャンが乱入してくるんだっけ？見たことないけど。乱入の前に終わってるんだと思います。G 級とは思えないほどステータスが低いので。こいつについてはセルタス Z の腰が作れるから、まだ扱いがいい方だと思うよ。王術2のスロ3でしたっけ？切れ味マイナスが痛いですが、それなりに優秀ですね。嫁からの扱いは散々だから、せめて優秀な防具にしてやらないとな。ちょっとサイコパス味ある発言ですが、嫁からの仕打ちを見るとマシに思えます。やっぱり柔らかいな。一応、原種よりちょっと硬いみたいだけど。まあ、どこまで行っても中型ノイスですからね。こういう癒し枠も必要ですよ。なんか、ゼロ針で終わりそうな雰囲気を感じる。こんな弱かったっけこいつ。高速も効くし、よくひるみますね。さっきまでのモンスと温度差がすごいです。あら、本当にゼロ針で弱ったわ。今捕獲してやるからな。ここに仕掛けまして。どうでもいいですけど、アシュって潜って移動するんですね。飛ばないので、早く移動してくれて助かります。じゃ、これで終わりだね。キークエ5つ消化できたぞ。これでクエストが追加されます。大老殿に戻りましょう。なんだ、急に階段か？お姉さん、意外におしゃべり好きなんだな。しかし、ちょっと気になる話ですね。火薬はいいとして黒い液体ですか？いずれわかるだろう。次回以降も G 級進めていこう。はい、というわけで G 級編の初回でした。とりあえず、3度の飯よりドスガレオスを超えられてほっとしてるよ。今が装備的に一番しんどい時期ですね。次回で足元固められるように頑張りましょう。やっぱり、上位までとは全然違うね。プレイにも身が入るよ。ほいじゃ、次の動画で。またね。